はようございます。5月の31日、今は12時45分です。5月ももう今日で終わりですね。明日から6月ということで、梅雨入りを思わせるような雨の土曜日なんですけれども、いつも Vlog は平日に3日間収録してるんですけど、今回は珍しく土日月っていうね、週末の Vlog をお届けしていきたいと思います。で、今日は今から準備してちょっと映画館に行ってきたいと思います。今恵比寿ガーデンプレイスの中にある映画館でこのね、赤毛のアンが上映されてるんですよ。高畑勲脚本監督の赤毛のアン、グリーンゲーブルーズへの道というやつですね。なんかもともとテレビアニメで赤毛のアンを原作とするこの赤毛のアングリーンゲーブルーズへの道っていうのがやってたらしいんですけど、それを高畑勲監督が劇場版として再編集したものだそうですね。全50話あるテレビシリーズの1から6話をまとめ、孤児院からカスバート家に引き取られてきた少女アンがプリンスエドワード島の美しい自然の中で自分の居場所を見つけていくまでを描くということで、これはね、恵比寿ガーデンプレイス歩いてる時に看板があって、それでねちょっと引きつけられたのが、このポスターにキャッチコピーとして、楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよって書いてあって、なんか惹かれるなと思ってこれから見に行ってきます。で、彼を誘ったので彼と映画デートですね。明日から6月だから、なんか初夏らしいね爽やかな格好をしたいなと思ったんですけど、なんか昨日からめっちゃ寒いということで、今日のコーディネートは上はオーラリーで購入したもので、こちらボートネックっていうのかな、ボートネックのトップスですね。この辺の袖のところの切り込みとかめちゃめちゃ可愛いし、グレーのトップスでキラキラっとした糸がね編み込まれてるので、こう光に当たるとちょっとチラチラっと輝くのがとっても可愛くてお気に入りのトップス。そこにいつものヤヌークの黒デニムを履いていきます。で、ちょっと寒いし、久しぶりの映画デートだからちょっとおしゃれしたいなと思って、こちらのジャケットを着ていきます。これはね 100% リネンのねジャケットで、春からね初夏までのあたりに着れるちょうどいいジャケットなんですけど、これはユナイテッドアローズで買いました。ここら辺のボタンが白いのがちょっと夏らしくていいですよね。で、ここに今日持っていくのはこちらアンテプリマのバッグを持っていきたいと思います。なんと今回の動画はアンテプリマさんとのタイアップでお届けしていきたいと思います。そもそもですね、私こちらのアンテプリマのこのミニバッグ、これをもうね数年前からずっと愛用していて、旅先でもお出かけでもねよく使っているんですけれども、このねミニバッグを使っているところをアンテプリマの担当者の方が見てくださって、今回タイアップのお話をいただきました。ありがとうございます。なのでアンテプリマ愛用者として嬉しいお話が来たので、今週は毎日のコーディネートと合わせたアンテプリマのバッグをご紹介していきたいと思います。で、今日持っていくのはこちら、アンテプリマのスタンダードミディアムサイズのカラーはサファイアです。この大きさねすごくいいなと思って、ちょっとしたお出かけにちょうどいいサイズ感なのでとっても気に入ってます。この中に今日入れていくのは財布、あとはいつも使ってるポーチですね、そしてタオル、最近外に行く時に持ち歩いてるカメラ GR3、 これがねちょうど入る大きさなんですよ。で、カラーは本当にアンテプリマはいろいろあるから、もうどんなカラーにしようかめちゃめちゃ悩んだんですよ。街中歩いてるとね、結構皆さんシルバーとか、あとは黒とかね、そういうねなんかシックなカラーをね持ってる方がいっぱいいて、それもいいなとか思いつつ、でもあんまり人と被らないカラーが欲しいなと思って、私が行き着いたのはこちらのサファイアというカラーです。これめっちゃ可愛くないですか？大人っぽカラー。私みたいなデニムをねいつも履いてるデニムラバーの人にはこのカラーねめっちゃ合うと思うからおすすめです。今日のこういうネイビーのジャケット、そういうのに合わせてもすごく可愛いし、グレーのトップスにもめちゃめちゃ合うんですよね。白 T にねデニムにも合うだろうし、黒のワンピースとかにも合いそうだし、これ結構使い勝手いいカラーなのではと思って、こちらをね持って今日は映画館に行ってきたいと思います。はい、雨で憂鬱だけど映画は楽しみ。行ってきます。
の音。温まるどれも。おはようございます。6月1日日曜日の朝です。今日はこれからかっぱ橋の方に遊びに行ってきたいと思います。土日は大抵彼と過ごしているんですけれども、最近私がお茶にハマってて、その流れで和菓子作りに挑戦したいなっていう話をしていたかなと思うんですけれども、先週買った和菓子の教科書になんかいろいろ型とかあとは焼き印とかもそういうの載ってて、あと道具をね一緒に見に行ってくれるということで、これから行ってきます。今日はね昨日よりも少しあったかいみたいなんですけど、それでも肌寒いみたいなので、上はセオリーの T シャツ、下にはヤヌークのデニムスカートを履いてます。で多分それだけじゃ寒いから、こちらのマリメッコのニットカーデを着ていきたいと思います。はい、こういう感じです。本当はねもうニットカーデなんて着なくって T シャツ1枚で外入れたかったんだけど、多分それは寒いと思うから、ちょっとでも夏気分を味わえるようにボーダーで気持ちマリンルックです。でそこに今日合わせるのは昨日もご紹介したアンテプリマのバッグですね。今日はねここにちょっとアレンジを加えて、じゃーん、アイスクリームのチャームですね。めちゃくちゃ可愛い。このチャーム全部ワイヤーコードでできてて、アイスクリームの上にちゃんと小さなチェリーが乗ってるのも可愛いですよね。この可愛いアイスクリームチャームをカバンにつけて、まだ肌寒いけどコーディネートだけはちょっと初夏っぽい感じを演出していきたいと思います。見て、可愛い。このサファイアの青ベースのカラーのバッグにこのピンクのアイスとこの黄色のワッフルコーンが映えますね。すごい可愛い。はい、このコーデで、彼とかっぱ橋デート行ってきたいと思います。かっぱ橋初めてかも、楽しみ。では行ってきます。懐かしい。ハイテクやね。ハイテクスケさん。肉うどん。懐かしい。ここにね、これをたっぷり入れます。じゃあ、終わるで。
ネットなんだ。可愛いんだけどね。寿司だる。ほらここに水ようかんみたいな。これ可愛い。心して食うわ。今度から。殺し食べて、トラヤだと思って食べて。食後のデザート食べます。最近ね、セブンとかコンビニで売り出してるんだけど、韓国のだよね多分。クリーミーヨーグルトボールっていうね、このアイスがめっちゃ美味しいんですよ。もともとなんか X かなんかでちょっと話題になってて気になってたところ、私のねインスタグラムのサブスクを登録してくれてるフォロワーさんがこれ美味しいって言ってて、やっぱ美味しいんだと思って、もうすでにね1個食べたことあるんですけど、これめっちゃ美味しいから皆さんにもシェアしようと思ってクリーミーヨーグルトボール食べていきたいと思います。韓国にビヨットっていうヨーグルトを売ってるの知ってますか？韓国旅行よく行く人はね知ってると思うんだけど、こういうチョコレートの輪っかのシリアルみたいなやつがヨーグルトと一緒にくっついてて、でそのチョコレートシリアルみたいなのをヨーグルトに入れて一緒に食べるんだけど、それめちゃめちゃ美味しいんですよ。それのアイス版こんな感じでね、チョコボールみたいなのが上に乗っかってるんですよ。これをすくって食べるんだけど、この下のアイスがヨーグルトアイスだからもうねさっぱり食べれるんですよ。めっちゃ美味しいのこれ。最近ハマってます。買いだめしてる。でなんか食べながら昨日見た赤毛のアングリーンゲーブルズへの道っていうね映画の感想をね軽くシェアしたいなと思うんですけど、
あれはなんかテレビドラマとして放送されていたもの50話分の最初の1から6話その部分だけを再編集して、映画にしたみたいな感じなんですけど、なので本当に赤毛のアンの序章の部分、アンが孤児院からグリーンゲーブルズに住む老兄弟のお家の元に引き取られるまでの話を描いた映画なんですけど、そもそも赤毛のアンの小説子供の頃ね全部ちゃんと読んだと思うんだけど、もう全然記憶になくって、アンってこんなに喋るんだみたいな、アンが空想好きだったっていうことはなんかうっすら覚えてるんですけど、こんなにアンってペチャクチャペチャクチャ喋るんだっていうぐらい劇中でねこうアンがずっと空想をねペラ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 喋りながら繰り広げるっていうねシーンが結構多くって、でなんかそのね空想にふけりながら時々アンが確信ついたことを言うというか、アンの生い立ちが結構壮絶だからアンの中で現実逃避とかそういうのを兼ねて、空想好きになったと思うんですけど、現実をねハッとこちらにもね突き刺してくるみたいな、そういう鋭い言葉がね要所要所に散りばめられてて、時々ハッとしたりしてすごく良かったんですけど、何よりもね一番驚いたのは一つのシーンの尺が長いっていうことにもう冒頭から驚いてびっくりした。この赤毛のアングリーンゲーブルズへの道っていう映画は、1時間40分ぐらいあるんだけど、その1時間40分はもうアンがその孤児院からグリーンゲーブルズに住む老兄弟のお家に引き取られるまでの過程、その2日間のやり取りを1時間40分見るんですけど、物語がゆっくり進んでいくから冒頭5分ぐらいでちょっとこれ眠くなっちゃうかもしれないって思うぐらい一つのシーンの尺がめちゃめちゃ長くって、本当に自分が今映画とかアニメーションとか、SNS のコンテンツに毎日のように触れてるんですけど、ものすごい早い展開の作品っていうのを消費し続けているんだなっていうのに気づけました。例えば駅でアンとアンを迎えに来たおじいさんが馬車に乗ってグリーンゲーブルズまで行くっていう、その駅から馬車に乗るまでのそこのシーンがもう1分ぐらいあるんですよ普通に。でも普通に今だったら駅にいるところから馬車に乗り込むシーンなんてもう本当に何秒とか数十秒の世界でもう次のカット行くというか、むしろその乗り込むシーンすらもない可能性もあるんじゃないかっていうぐらい、とにかく描写がゆっくり、自分もこういう風に動画を作ってるから分かるんだけど、本当に余分な部分はねどんどんカットしてって、とにかく展開をねテンポよくいくっていうのをねやっぱ意識しちゃってるから、こっからあそこまで行くっていうのを全部のシーン見せることなんてほぼほぼないんですよ私も。このゆっくりとねシーンが移り変わっていくっていうそのスピード感に本当に驚いた。でアンは空想が大好きだから、とにかく劇中もペラ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 なんかいろんなこと喋ってるんですけど、本当のアンが思っていることっていうのはアン自身は喋んないんですよ。アンが本当にその場でグッと本音で思っていることっていうのはアンのなんか絶妙な目線とか間合いとかちょっとした行動で、きっとこういう風に考えているんだろうってこちらがもう考えなければいけないっていう、そういう見せ方をしてきて、特になんかすごいなと思ったのは、老兄弟は自分たちの生活のために男の子を養子に迎えたかったから女の子はいらないって言って、明日あなたをもう孤児院に戻しに行くからって言われるんですよね。でもそれまではここにいていいからその外とか遊びに行ってきてもいいよみたいなことを言われるんですけど、アンはグリーンゲーブルズというところが、自然がね豊かで素晴らしいから、これ以上よく見てしまうともっとこの場所を好きになってしまうからあまり見たくないって言って家から出ないんですよ。だって明日帰っちゃうから。で翌日馬車に乗って元来た場所に戻るんですけど、その間もグリーンゲーブルズのね場所はとっても綺麗ですごく綺麗な風景描写が流れるんですよ。で元来た道を戻って、でも結局アンは老兄弟の元に引き取られることに決まった、そのことが分かってまたグリーンゲーブルズに戻る時の風景描写は孤児院に戻されると思って行く道よりもより綺麗に描かれてるんですよ。行きはカモメとかはねこう遠くにこう天みたいな感じで飛んでるのしか映されないんだけど、帰りはもうアンはグリーンゲーブルズに住むことができるだろう、新しい家族ができるだろうってほぼ確定で分かってるから、そういう鳥とかもよく見ていいわけですよ。だからカモメとかも帰りはちゃんとカモメの顔とかがもうくっきり鮮明に描かれたりとか
かそのキャラクターの心情っていうのを絵だけで説明してくるところが本当にすごいと思って、今の世の中って説明に次ぐ説明を求めてるんだなっていうのをねすごく感じました。本来であればアンがどういう風に心が揺れ動いたのかっていうのをもっと言葉にして、もっと詳細に伝えてもいいし、もっとこう人との会話の中でもう自分はこうでこう思ってるみたいなことをもっともっと伝えてもいいのに、自分が新しい家族ができるって喜ぶ様っていうのは本当に風景とかで見せてくるんだみたいな、すごいと思って感動しましただし、ゆっくりなテンポで心理描写っていうのを、絵だけで見せてくるっていう、こういう作品っていうのってもう新しく出会えないんじゃないかなっていう寂しさもありつつ、あまりにもコンテンツが溢れすぎるこの今の世の中で、想像力とか人が話していないその裏の部分まで理解しようとする力っていうのがどんどん薄れてきてるんじゃないかって不安になった、複雑な気持ちになりましたが、とってもいい映画でした。赤毛のアングリーンゲーブルズの道、フィルムマークスっていう映画館で2週間ぐらいやってるみたいなので、気になった方は検索して見に行ってみてほしいですね。どう感じるのか知りたいですね。ではそんな感じで、食べたら寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今から週1のピラティスに行こうと思うんですが、そのピラティスに持っていく荷物の準備をしていきたいと思います。今日もねこちらのアンテプリマのバッグを持ちつつピラティスのね準備をしていきたいなと思うんですが、ピラティス行くだけだから特にね、荷物的なものはそんなにないけど、財布とかちょっとしたポーチとかね、あと毎回ねピラティス進捗を確認するために動画をね撮らせていただいてるんだけど、動画を撮るためのカメラ、それをこちらのねスタンダードミディアムに入れつつ、他にもピラティス行く時はこういうタオルだったりとか、あとはお水を持っていくので、この中にはねちょっと入りきらないから、今日はこの枕目を使ってバックインバッグをして荷物をね持っていこうと思います。この枕目はホワイトシルバーというカラーなんですけど、スタンダードのバッグがすっぽり入る大きさだということで、こういう感じでスタンダードのバッグ入れて、でこのね枕目中身が透けるタイプのバッグじゃないですか。だからせっかくだからバッグの中のものを見せつつ可愛く持っていきたいなと思って、バッグの色に合わせてタオルちょっとネイビー系のものをこの辺にね透けさせつつ、ボトルもねブルーだからここに入れて、全体的に中身をブルーにしてちょっと統一感出しつつ、ただピラティス行くだけだけどこの持ち物だけは可愛くという感じで、これで行きたいと思います。はい、持ったらこういう感じです。この肩掛けできるのもすごくいい。本当に今日はねただピラティス行くだけだから、服装自体はシンプル、上にグレーのロンティ着て、もう下はねもうピラティス用のパンツでもこれだけじゃ本当にシンプルすぎるから、そこにねこのアンテプリマの枕目を持つと、このワイヤーコードがキラキラ光って、で中から透けるこのねスタンダードバッグの青とか、あとは水筒のね青とか、そういう色のアクセントがついて、シンプルな格好してるんだけどちゃんとおしゃれ意識してるんだなみたいな演出ができるので、すごく可愛いかなと思います。なので今日はこちらのコーディネートで週1のピラティス頑張っていきたいと思います。行ってきます。胸引き上げて、そうで肩にそうです。ナイス。で右肩ちょっと意識しながら、そうゆっくり下げていきましょう。
metronome of typewriter keys. A simple thought brings you to me, and I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way. In a time when we want it all, everything's so fast. Write a text, no time to call. To slow down, oh, I pray. I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'll write to you with ink from a pen. Feel the weight as the words sink in. My mind moves too fast for my hand. I need to tell you this while I still can. It was so dark that warm summer night. I much prefer it to the bright blue light. I feel the need to say I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'll write to you with ink from a pen. Feel the weight as the words sink in. My mind moves too fast for my hand. I need to tell you this while I still can. Jagged metronome of typewriter keys. Another page done. My soul at ease, and I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'm so glad I found you the old-fashioned way. I'm so glad I found you the old-fashioned way.よいしょ。OK 始まりました。最近土曜ラジオ第38回。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がこのお家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。あらら、撮影までしてくださるんですか？今日はですね、私の処女作練り切り初練り切りを作ってみまして、今日はですね和菓子の教科書から、夏の練り切り夏小立を手作りしてみました。緑と白のきんとんで爽やかな食感の小立を表現。きんとんの隙間から木漏れ日が差してくるようなそんなカラーになってますか？どうでしょう？いただきまはい、す。一緒に、こちら虎屋の新茶。いや見た目はすごいですよ。見た目綺麗ですよね。
そう中に小豆あんがね入ってます。美味しい。美味しい？ちゃんと練り切り？すごいね。本当？ちょっと待って。美味しいじゃん。こんな作れるよね。口当たり滑らかじゃん。すごくない？和菓子作り、ほぼ初めて、で和菓子作るのって難しいなっていうなんか固定概念あるじゃん、でもこれはさなんていうの、まず求肥を作るの、白玉粉に、水飴とかを入れて大福の周りのお餅みたいなやつ作って、でその後白こしあんをどんどんこう水分飛ばしてってキーモみたくしてったら、そこにあったかいうちに求肥を入れると求肥がさ、柔らかくなるわけよ、そうすると滑らかになっていくのね、そしたらその生地をこう布の上でこうちぎっておいて、粗熱を取りながら布と一緒にこうやって布の中でこねくり回していくの、それが空気を含んでこの練り切りの生地が柔らかくなってきてどんどん白くなっていくの、白くなっていくとこういうふうに抹茶を着色した時に綺麗に色が出たりとかして、これは中の小豆あんは既製品なんですけど、小豆あんを丸めてこの生地をくっつけていったらもう練り切りの完成と。だから私ね性に合ってるかもと思ってすぐ調子乗るからな。まずね失敗が少ないかも、その洋菓子に比べて失敗が少ない、洋菓子はやっぱりさこの混ぜ加減、焼き加減とかで失敗しちゃうんだけど、割とこれは水分飛ばせばいいとかあとはこうやって空気を入れて練ればいいみたいな、もちろんそこからコツがいっぱいあってさやり方によってはより滑らかにとかあると思うんだけど、ちょっとなんか粘土細工してる気持ち。ちょっとハマりそう。てかハマっちゃった。いいね。美味しくない？しかも、この見た目も評価してほしい。この、どう？いいんじゃないですか。夏今日とかさ本当に夏木立って感じな天気だったじゃん、緑がきらめいてさ、その木漏れ日、感じてる？感じてる、これいいわ。これちょっといい趣味見つけた、先週のねラジオのコメントで皆さんが本当に夏の茶菓子、またたくさん書いてくださって、昨日ぐらいかな、あなたが選定してある程度目星はつけているという。結局ね総勢5、60件結構来たね。来てて、ただ今回はかぶりは少なかったんやけど、都道府県でいうと、また来た。やっぱ京都。金沢じゃないんだ。いや金沢もありましたよ、あった。でもやっぱ京都なんよ。やっぱもうお茶といえばもう、しかも京都なのにかぶらないっていう、京都のプライドがね、プライドというか、選手層の厚さというかでも本当に結構甲乙つけがたいというかね、なんかいろんなのあったよね。っていう、こんなのちょっと選ぶの大変と思いながら、とりあえず7つ選んだんですけど、はい、なのでちょっと楽しみにぜひ来週お待ちいただければと思います、ちょっと黒いかな、そこつけてもらおうかな。そんな感じで、じゃあ今週はね珍しく土日月っていう週末 Vlog をお届けして、いつも平日だったじゃん、土日はだいたいあなたとねデートみたいな感じでお散歩してとか行ったりとかいろいろしてるんだけど、その中で今回うちらはこの和菓子のね道具買いにかっぱ橋に行くから、ついでに両国の助さんうどんを食べに行こうっていうことで、福岡県北九州市のソウルフードですよね、福岡ってさ豚骨ラーメンとか有名だけど、実際に住んでる人はマジうどんばっか食べるよね、そうっていうぐらいうどんがねもう福岡県民大好きなんですけど、助さんうどんが人気だから東京にも来たのかな。買収されて、最終的に今スカイラークグループの入ったから、だからそれで、全国展開の東京が最初に来たのがこの両国っていうので行ったって感じだよね。そうで今年できたばっかりなんだよね。そうだったんかな。助さんうどん何年も食べてないから食べたいからさ行こうとか言って、ちょうど昼前ぐらいかな、11時半、ちょっとだけ並んでるかもねみたいな思って行ったらびっくりするぐらい並んでたよね。4、50人かな。いややばかったね。助さんうどんに並ぶ日が来るとは思わなかったよね。そうね、小倉にいた時はさ、そう24時間空いてる店舗だったっていうのもあるけど、並んだことないね、食べたい時に食べれるうどんだったのに、今回1時間ぐらいこうやって並んで、なんか不思議じゃなかった？俺もあなたが、いや並ぼうって言わなかったら俺はもう行かない
私は逆になんか面白くなっちゃって、うんちょっと並んでみようよって言って、うん並んでみたんだけど、けさうどんね美味しいんだよね。何が好き？いつも丸天とうん肉うどんのトッピング、肉うどんに丸天？丸天に肉？一緒や一緒やんけ、私はもう肉うどん一択。うん肉うどんにとろろ昆布をいっぱい入れて、一味をいっぱい入れて食べるのがもう大好きで、ぜひなんか近くにお住まいの方、なんか平日とかだったら空いてそうだからうんだと思う、ね、なんか食べに行ってみてほしいんだけど、久しぶりに小倉に帰りたくなったまあ、あとその前日の土曜日は赤毛のアン見たね。見たね、恵比寿ガーデンプレイスシネマ。うん、あれ初めて行った。私もそこ初めて行った。でもあそこフィルムマークスっていう配給会社の映画が取り扱われてて、うんなんか割となんだマイナーな映画っていうのなんて言ったらいいんだろうね、あるよね。そう赤毛のアン、私赤毛のアン結構良かった。あ、どうだった？いや俺はもう赤毛のアンっていうあータイトルしか知らなくてうんうん行ったから、めっちゃ喋るなこいつと思ってあともうなんか映画の途中でさ、あなたにも言ったけどさ、これまだ24時間経ってなくないみたいなそう本編でも話したんだけど、赤毛のアンがさこう孤児院からカスバート家に引き取られるまでの2日間の出来事なんだよね。1時間40分ぐらい。何回も時計見ちゃったもん俺これ結局なんかアニメの1から6話を切り取って再編集でしょ、俺その情報知らなかったから、私ちょろっと言ったけどね。いやでも気にしてなかった、その完結すると思ってた物語として全部ね、こっからどんなイリュージョンが起きるんやって思ってずっとチラチラ見てたらこれもしかして5時間ぐらいの映画なのかなって思いながらあるよね、たまにすごい長い。そうちょっと途中怯えながら見てた。あれで1970年代のテレビドラマなんだよねあれ。だからさ、もう今とはさ全然展開が違うじゃん、めっちゃテンポ感ゆっくりでびっくりしなかった。わかる。旅の動画とか撮るときに、俺ちょっとねたまにやりたくなるんよ。ああいうね、そう情緒的な。そう大体さ、もう俺らの中でさ、ワンカット10秒以内みたいなさ、なんかルールがさ、もう設けられてるから、あなたもさ「はい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 」1234567っていうのでさ、入ってねやるじゃん、確かに情報を詰め込む意味ではさ、そっちの方が見やすかったりするじゃん、今日なんかやっぱさ、たまになんか自分の中のさアーティスト魂がさ高畑勲が暴れる時はなんかちょっと長めに私もなんかそういう40秒尺みたいなやつを使いたくなるんだけど、どうしても編集してる時にそうで10秒にしちゃうんだよね。耐えれなくなるでしょ。そう耐えれなくなっちゃう。何回も見てるからか、編集中に。あ、そうかもね。私が何回も自分で見てるからか。知らない？あ、そうかもね。ムズムズするでしょ。早くってなってどんどんカットがさ短くなっちゃうの。うん、まあそんな感じで、なんか土日は結構こういう風に映画はあんまり行かないけど、お散歩がてら遠出したりとか、いろいろしてるよね。そうね。午前中にはもう外出てるもんね。だからなんか珍しく土日を皆さんにお届けして、なんか新鮮な Vlog でした。でまあ来週は茶菓子ワングランプリなんで、まあ今日それ以外のコメントをちょっと拾っていきたいなと思います。はい。まずこちら、ミクさん先生こんにちは。コヨトリネームバナナベリーと申します。うちの夫は小食で食べ放題でも元を取るどころか1回おかわりで終了してしまうレベルでよくへこんでいましたが、いつかの動画でミクさんも先生もそんなに量は食べれないと言っていた話を夫にしたら、あの体格のいい旦那さんでもそうなの？じゃあへこむ必要ないかもと励まされてました。というわけで感謝していますということでした。そういう、いや俺は別に小食のね自負はあんまないんだけど、あなたが言うから本当に食べれるのかなって思ってきた。でもやっぱ少ないんじゃないと思うけどね。じゃあ俺はなんで太ったの？分からない。それは俺も謎ない。そういう感じでさ、そんな励まされ方もあるんだなと思って。昔ちょっと好きやったよ、バイキングとか行くの。あ、そうなんだ。でも今はなんか絶対元取れるっていうか、まあ元取ろうっていうか、そのなんかバイキングのメリットってさ、やっぱ2周目いけることや。あ、そうだね。でも2周目の意欲が最近全然生まれないからほんとバイキングはもうほんと元取れないよね。マジ全然テンション上がらん。バイキングって言われたらなんかテンション下がる。なんか逆に、食えるやつの特権やんって思っちゃう。確かに。あともう一つ来てるんだけど、今週なんかあなたへのコメント結構多くて、旦那氏僕も今 82.5 です。これな、100キロ頑張りましょう。これなこれなマジで
分かんない人のために言うと 82.5 っていうのは、俺が多分この週のラジオでベンチプレスを80キロ上げれましたって報告をしたよね、そしたら俺は 82.5 だっていう人が現れたわけ、もうそっからさ俺もずっと 82.5 っていう数字がもう脳みそに今こびりついてるからいいよ言わせといてやろうって思っていやでもね、こういうねライバルじゃないけど、確かにいい意味で刺激し合えるのはめっちゃ大事、確かに、でもこのコメントもらった次の日のジム行く時も、もうメラメラ炎を燃やしながら俺は 82.5 なんて上げちゃるでって思いながら85やったるでってスイッチ入ってたもんあ、嘘じゃあこの方とさやり合おうマジ報告しましょう、お互い上がったら、もうすぐ、僕90キロいったよって2人でじゃあちょっと年内100キロ行きましょう、確かに、次はちょっとなんか紅葉取りネーム教えてほしいな。なんかさ、聞いてるだけだとさ 2.5 ぐらいなんかすぐさいけちゃうんじゃないかと思うやん、全然違うんだ。いやもう全然違うから。それでさどの辺でわかんの？こう行くときにわかんの？諸説あるんやけど、俺は最初にラックって言って乗ってるんよね。でそれをガコンって外してこう下げて上げるっていうのが1回なんやけど、この最初にラックからグッて持ち上げた時、外す時、そう、ラックからコッて外した時に、なんかね、もうやばいあってなるたった 2.5 でもやっぱマジで 2.5 とは思えない差を感じるわけ。そうなんだ。でもやっぱそこもメンタル、メンタル、この心がマッチョね。やばってなってからの、いやいけるって思い直して息を吐いてって吸って息をグッて止めてお腹にクッて力入れて、そんな感じなんだ。肩甲骨寄せてうわっうわーってやつです。未知の世界。まあやってる人はわかると思うけど、ほんとね頭真っ白になる。そうなの？もう何も考えれない。面白い。例えばさ、もう直前まで、じゃあもう何かにもうめっちゃムカついてるとか、もうむしゃくしゃして、もうもうなんかもう腹立つみたいな、とか悩みとかもう自分の限界を超える瞬間は忘れてるから、もうその全部吹っ飛ぶんだ。そんな。そう。先週のあなたの心がマッチョになりたいっていうのは、ダイエットしてる人の心にも響いたよ。面白いなと思って、こういう報告してきてくれる人現れたから。俺はもうそのコメントは見逃さなかった久々にこんな闘志燃えたもんどうしようこれでさ、他のさ、トレーニー旦那がさ僕は105ですとか言って頑張りましょうとか言って、やだマジでコメントにマッチョが溢れ出す。気づいたらマッチョ界隈になったらどうしよう。お手柔らかにお願いします。お願いしよう。面白いね。では次、紅葉取りネーム村子さんからのお手紙です。ミクさん先生こんにちは。毎週楽しみに動画を見ています。私はこの動画を知ったのはもう5年も前のこと。それからというもの、ミクさんそして先生に影響を受けて同じものを買ってみたり食べてみたりしていたのですが、ムーミンだけは絶対に影響されないぞと思っていましたムーミングッズなどにも全く興味がなかったので、これで私がムーミン言い出したら影響されまくりの私になってしまうと思っていたのです。ところがムーミンの小説の中の言葉の良さを別のところから知り、だんだんと気になり始め買いましたもしかしたらもうすでに影響を受けていたのかもしれません。ということで、私もそうなんだよね。毎日めくってるこのさ名言集、このカレンダーからムーミン興味持ち出したんだよね。これね、一番好きなやつがあって、これだ。それがあんたの悪いとこよ。戦うってことを覚えないうちはあんたには自分の皮持てませんってこれすっごい好き。ムーミンってなんか哲学っぽいよね、こういうちょっとしたセリフが。ムーミンの小説最近読み返してないからあんまり覚えてないけど、でもこういう名言集みたいなやつをなんか探すと結構その日のヒントになる言葉いっぱいある。大切なのは自分のしたいことを自分で知ってるってことだよとか。いいよね。あんまりお前さんが誰かを崇拝したら本当の自由は得られないんだぜ。ぐさってくるよね。そうぐさってくるよね子供の時はあんまり響いてなかったんだけど、大人になればなるほどなんかこの言葉がね、何を言わんとしてるのかが分かるようになってきて、ここにはわけのわからないことがいっぱいあるわ、だけど本当は何でも自分の慣れてる通りにあるんだと思う方がおかしいのじゃないかしらっていうのもすごい。まあぜひね小説読んで
で挿絵の素晴らしさに気づいて、そしたらちょっとまたね原画の方にね、行くとちょっと沼っちゃいますんで、なんかよくコメントで「ムーミンどこから読んだらいいんですか?」って言われるんだけど、普通にあれだよね、ムーミンの小説って検索かけてボックスで買えばいいんだよね。俺はもう全部 ebook に入ってるからいつでも読めるんだ。どんどん行きましょう。前々から思ってますが、牡蠣の選び方と生け方のセンスが本当に神嬉しい。ニモのスノードーム映像に映っていましたが、じっくり見れて本当に凝ってて可愛いのが分かりました。私も大人になってもキャラクターもの大好きです。好きなものがたくさんある人生って豊かになっていいですよねって。花の飾り方可愛いって言われるの嬉しい。今回はこのスズランかな、なんか提灯スズランみたいなやつをこのフランスの牡蠣に黄色合わせてみて、あちらは紫系に青のやつ合わせてみて、あとニモのやつ持ってきていい？これ見たことある？あなたちゃんと。なんか自慢はされてるから見てると思うけどこれすごくない？このニモのスノードームはオルゴール付きなんですけど、ちょっとヴィンテージっぽい昔のやつなんだけど、もうね作りがすごいのよ。ニモが大好きだからね。こういうの集めるの大好き。あんま理解できない、こういうの。そうねこういう飾りとか集めないもんね。そうね、なんかよく男性だとさ、フィギュアとか、俺一切所有欲がないんだよね、その辺の。コレクター的な？ないね、子供の時からないね。嘘。ウルトラマンとか戦隊ものとかトミカとかそういうの集めたりとか。一通り買ってもらってはいるはずよ。プラモデルにハマった時もあるし、私は結構好きでこういうの、集めるの。子供の時から本当にそうで、私スポンジボブは子供の時好きだったから部屋中を全部スポンジボブにしたいと思って、お小遣い全部スポンジボブにベットして、ベッドカバーとかもう壁掛け時計とか全部スポンジボブにして、でも次トイストーリーにハマったら、全部トイストーリーにしたくなって、全部トイストーリーにするまで集めるっていうのをずっとやってた。その飽きることを怖がらないんや。飽きることを怖がったことない。そうね。いや、俺は結構そこに怯えてるんだと思う。買う前に？だって絶対飽きるやんって思っちゃう。その時に捨てるのめんどくさいなって思って買わなくなるんだと思う。そんな発想したことなかった。飽きるとか。飽きるから買うのやめようとか思ったことなかった。多分そうなんだと思う。自分でもよくわかんないけど、そういう考えの違いでコレクター欲がある人とない人はあるんだろうね、きっと。コレクター欲ない人の意見を聞いてみたい。自分でもよくわかんないんだよね。集めたいって思う気持ちがなくて、なんでないんだと思うって聞いてみたいってこと？自分でもわかんないんだ。わかんない。もうだってその欲自体がもうなさすぎて。今日はこの辺で終わりにしますか。もうすぐのラジオが40回迫ってきたので、なんかあるんですか？40回また素敵なゲストをお迎えしてラジオ話していきたいなと思うんだけど、なので来週の茶菓子庵グランプリ、そして再来週の40回記念、ぜひ楽しみにお待ちいただければなと思います。でもあと来週はキンクヌンクからの新作の商品21時に販売開始されますので、そちらもぜひ楽しみにお待ちください。引き続きこのラジオでは皆さんから質問、相談、あとトークテーマ募集しています。こちらのコメント欄にコヨトリネームをつけてお手紙いただけると嬉しいです。この動画が面白かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。